ナナほど特殊な子はそういない。キョンシーたるあの子を月日は避けてゆく。その代償としてナナの記憶は断片的なものとなったが、過去を忘れ父母黒の薬草取りとして生きていくのはいいことかもしれない。だがその外見に騙されるなら痛い目を見ることになる。ナナ、キョンシーだ。あとなんだっけ。氷元素を操るナナはチームの生存率を上げる。幼子に見えるが仲間を守る力は底知れない。ナナがいればきっと心強いことだろう。薬草取りたる者、その場所を熟知しているのは当然のこと。ナナが持つノートには薬草の場所が記されているのであろう。ナナがいればミニマップにリーユへの特産が表示され最終効率が上がる。通常攻撃は最大5段の剣撃で敵に物理ダメージを与える。攻撃ボタンを長押しするとスタミナを消費し前方へ高い物理ダメージを与える。また元素スキルでは看病気差を召喚し周囲に氷ダメージを与えることが可能だ。看病気差はキャラと共に行動し氷ダメージを与えながら一定間隔で HP を回復する。看病気差の持続中、7の通常攻撃と銃撃が敵に命中するとチームメンバーと付近の味方を回復する。回復量は7の攻撃力に依存する。このスキルを活かせば回復しつつ水元素との反応で敵の行動を阻害できる。冒険中はスキルの凍結効果で水面を歩くことが可能だ。スタミナを節約できるだろう。天賦延命妙法を解放後は元素反応を起こすことで看病気差の回復量がアップする。我が名はドアクシン君なり。封印された戦力を解放することでドアクのお札で敵をマークし氷ダメージを与える。マークのついた敵を攻撃するとダメージを与えたキャラは回復する。木を見計らい先方9区ドアクを放てばチームの身の安全を守ることができるだろう。天賦玉泉具海を解放後通常攻撃と銃撃が命中するたび確率でドアクのお札を1枚付与する。この効果は一定時間内に一度のみ発動する。7の回復能力があれば生存率を高めることができるだろう。戦いが苛烈を極めるほど7の存在は大きくなる。戦いが始まったらまず看病気差を召喚し持続する氷元素で援護するといい。その後元素反応を起こせば大ダメージを与えられる。看病気差の存在はチームの状態を良好に保つ。気が熟したら元素爆発スキルを放ちチームが優位に立ち回れるよう手を貸すといい。キョンシーとなったナナは生と死、そして時の束縛から逃れることとなった。あの子に何があったかは知らぬが、かような形で存在し続けるのはナナの本意ではないだろう。天理のいたずらか、運命の呪いか。人の言う平凡な命と幸せとは、かくも脆いものなのか。